皆さんこんばんは。実は私、トライアスロンライフを、毎日エンジョイしている日々なんですけども、今紹介いただきましたようにタイトルが「行き当たりばったりハプニング人生」ということで、実は15分ではちょっと語りきれないぐらいのいろんなハプニングがあってですね、どうまとめるかをいろいろ考えたんですけども、一応キーポイントをいくつかピックアップして話をさせていただきたいと思います。でこの表題通りですね、考えて行動するタイプではなくて、昔から本能派って呼ばれてまして、本能の赴くままに生きた結果が今になっているということで、そのお話をしたいと思います。で、先ほどありました最初輸入商社に入りまして、営業を最初7年ぐらい、やりました。で、そこでとにかく先輩から言われたのは、誰よりも早く会社に行けということと、それから30歳までは結婚するなと、それから社内結婚は絶対ダメっていうのをある先輩から言われまして、ところが結婚は26歳でしたんですね。結婚はやっぱり出会いでできるものなので、どうしてその先輩がそういったことを言ったかっていうとですね、男の人生は30までで決まると、30までの働き具合でその人の価値は決まるって、その人から言われたもんでですね、その通り頑張ったわけなんですけれども、でその30の時にですね、その商社が実は倒産をしました。で一応上場企業、東証一部の上場企業だったんですけれども、戦後2番目の倒産ということで、自分でもびっくりしたんですけれども、倒産の前日にその上司から明日会社が実は倒産するんだって言われまして、それで翌日の日経新聞見たら一面に大々的に載ってたんですね。で会社に行きましたら、もう新聞関係メディアがいっぱい来ててですね、どうするんですかってインタビューされながらも、ノーコメントでっていうことがあったんですけれども、で実はこの倒産劇っていうのが自分の一つの人生の中では一つのキーポイントになってまして、当然倒産したからもう会社辞めて、実家が商売やってたんで実家に帰ろうかなっていうことを考えたんですね。ところが会社から実はちょっと声をかけられて、会社構成法っていうのが適用されて、管財人の先生からちょっと頑張って残りなさいっていうふうに言われたんです。でいろいろ聞いたら、そこで実はさっきあったラコステっていうブランドが出てくるんですけれども、輸入商社なんでブランドっていうのが一つの会社を構成させるためのキーになるわけですね。でどうしても会社っていうのは倒産した関係で状況っていうのは社員も意気消沈してるし元気がない状態なんです。で会社としては若手にそこに一つ、チャンスを与えて、そのプロジェクトを成功させることで会社の士気を高めようという意思があったみたいなんです。で実はラコステっていうのはその前の輸入代理店っていうのは国内で150億ぐらいの商売をしてまして、で実はそれをいきなりアパレルの何の経験もない私がですねやれって言われた時に、まず自分としては無理だと思って最初断ったんですね。ところがよくよくその内容を聞いてみると、そういう会社としての会社を構成させるための重要なプロジェクトの考えがあるということと、それからラコステ自体がですねその前の年に売った150億っていうのは本来のラコステのイメージじゃない商品を売ることでの150億だった。当時ゴルフのブームがありまして、ニットのこういう立ち襟のシャツとか、ちょっと古い方しか分かんないけどエルポケのニットのゴルフズボンとか、そういうものが非常に流行った時代がありまして、それで150億出たんですね。ところがラコステっていうのは本来ポロシャツなんですよ。でそのミスターラコステがすごいと思ったのは、150億の売り上げを捨てて10億からやりなさいということだったんですね。でその話を聞いた時に、これだったら自分でもできるかなと思って、その150億10億の予算をポロシャツの復活というテーマで始めたわけですね。ただちょうどその時にポロシャツブームっていうのが当たってですね、うまく盛り上がって5年で結局最終的には150億までできたっていう一つがあって、実はそこで非常にブランディングであるとか、その物を売る時の本来その物の持つコンセプト
っていうの重要性っていうのはよく分かったんですね。ところがその5年後にですね、ポロシャツブームが終わったんですよ。で終わると今度売り上げがですねいきなり半減するんですね。でそこで当然商品ビジネスっていうのはその予算に対したものづくりをして、そのものが売れて初めてこう回っていくんですけれども、ものづくりだけ進んで消費が、落ちれば当然在庫が残ります。で最終的に実は在庫が膨大な量になってすごい問題になったんですね。でそこで、会社からちょっと責任的なことも言われて、ちょっと部署が変わったということがありました。でその後ですね、たまたまその時にヘッドハンティングの会社から声がかかって、リーボックっていうところで、人材を求めてるということでリーボックに変わったんですね。でまずリーボックに変わって最初感じたのは、もともといた輸入商社っていうのは純正日本企業なんですよ。で昔でいう終身雇用の年功序列的な会社にいたんですけれども、リーボックっていうのは 100% 外資の会社ですので、そこで全くの違い、カルチャーショックを非常に受けたんですね。でとにかく年功序列っていうものは関係なくて、とにかく実力主義で、言葉も全部英語っていう世界にいきなり飛び込んでですね、で、実は私英語全くできなかったんですね。でその商社に入る時も実は英語のテストがあったんですけれども、自己紹介を英語で書けっていうタイトルがあって、で実は非常に恥ずかしい話なんですけど、英語がダメでですね、そこに書いたのは「My name is 信行田中」と、それから水泳部のキャプテンやってたんで「I am Captain of 同社スイミング」と、でそれでずっと書かずに置いといたらですね、人事の部長が「もうちょっと書いた方がいいよ」って言われて、でいろいろ考えた結果、そうか、4年間練習休んだことない非常に健康な体だったっていうので「アイアムストロング」って書いて出したのを覚えてるんですけど、で、そのぐらいの実は英語だったんですね。でそのリーボックに入る時に、当時のリーボックジャパンの社長日本人だったんですけれども、今まで英語優先で人を入れたんだけど、どうも英語優先で人を入れると営業ができない。で今度は営業ができる人間を入れたいと。で英語はできなくていいから英語はできなくていいから営業のできる人間を入れたいということで、一応 OK もらって入ったわけですね。で出社した翌日にいきなり「田中君アメリカ行ってくれ」って言われてですね、で外資系のブランドっていうのはグローバルミーティングっていうのは年に1回あってですね、いきなりボストンの本社に行かされたんですね。でそこでいきなり紹介されたんですよ。今度日本の営業の責任者やる田中だって言われて、でその喋ってる人間の目を見ると当てられると困るんで、ずっと下向いて会議出たのは覚えてるんですね。でそれから何年かちょっと実は会社からの命令もあって家庭教師の先生つけられて英語を勉強したんですけれども、でなんとかこうできるようになったんですけどね。である時やっぱりグローバルミーティング行った時にいきなり指名をされて、その発言をしろと言われたんですね。でそこで指名されたのはアメリカの国だったりイギリスだったり、英語の要はネイティブな国の人たちが喋るので、順番が自分に回ってきたわけですね。ところが自分のプレゼンテーションが実は一番受けたんですよ。でそれは何かって考えたら、多分ですね気持ちがあったんですね、プレゼンテーションに。でそこで初めて実は自分の英語に対する殻がガラッとこう向けたんですね。で分かったことは、アメリカ人、外人はね、下手な英語は聞くの恥ずかしくないんですね。で日本人は真面目だからやっぱりうまく話さないと恥ずかしいっていう気持ちがあるわけですね。で要は英語っていうのはうまくしゃべるんじゃなくて気持ちでしゃべるっていうことは実はそこで分かったんですね。でそれから意外とこう平気で、よく日本人ってこう10人ぐらいグループがいて、1人英語流暢な人がいると、そこに外人が来た時にその人ばっかり喋って他の人喋んなくなるんですね。
多分そうだと思うんですよ。やっぱりそれは遠慮があって喋れない。でもやっぱりそこで喋んなくちゃダメなんですね。っていうちょっと英語の話をちらっと今したんですけれども、それでリーボックであと経験したことはですね、リストラが非常に多かったんですね。実は7年間リーボックにいて、社長が7回変わりました。で毎年社長が変わるとその都度やり方が変わってまたなんていうか方針が変わったりするんですけれども、やっぱり外資っていうのはどうしても業績が売上があって経費があって収益出さないとダメっていう条件がある、外資に限らず企業としては全部そうなんですが、どうしても売上が減ると経費を減らせっていうことになるとすぐ目先は人員整理みたいなことになってくるわけですね。で、そこで何人減らしなさいっていうちょっとこれ非常に厳しい話なんですけども、そういうのは実際来るわけですね。そうすると自分がじゃあ誰を会社にとって重要度をこう見るわけですよ。そうすると自然と経験のない方がターゲットになってくるわけですね。新入社員であったり、非常にかわいそうなんだけどやっぱりそういう人を呼んで、あなた若いからまだチャンスがあるから他へちょっと考えたらどうですかっていうような話をするわけですよ。でそれも何回もしたんですけど、それをしながら自分の息子は絶対外資には行かしちゃダメだなっていうのは実はそこで思ったことがあります。でもうそうこうしてるうちに7回目の社長が変わった時に、実はその7年間でですねいろんなことをやったんですね。その売り上げを作るために実はブランドとしてはやっちゃダメなことも実は自分としては理解しながら数字を優先するためにやったことがあったんです。で新しい社長、その7人目の社長が来た時にすでにもう自分の手は救い果たしてもうやることが実はなかったんです。でなんとなく今度の社長は自分の首を切るなっていうのは分かってたんですね。で自分なりにストーリーを作って、ベストは首を宣告されて、退職金をいっぱいもらう、それがベストですね。会社都合の退職っていうのは退職金倍ぐらいになりますからね。で普通の退職は普通なんですね。で自分から辞める言った時も普通なんだけど、そういうストーリーを考えてベストは会社から辞めろって言われて退職金が増える。それから2番目は、ワーストは残って頑張れって言われたら困ると思ったんです。もうこれ以上やることないから。で案の定会社が呼ばれて、もう役職ないから来週、それが金曜日なんですけども、金曜日に呼ばれて月曜日から来なくていいですよって言われて、やったと、これでお金もらえるなと思ったら、実は僕2年前に役員になってたんですよ、会社の。で役員になってると経営責任があるから退職金出せないって言われて、結局ベストとワーストの中間で終わったっていう話ですね。でそこでリーボックを辞めてその次にシープを立ち上げるっていう話になるんですけれども、なぜシープを立ち上げたかというと、リーボック時代に始めたトライアスロンっていうのに非常にハマってまして、もうこんな面白い競技はないと思って、趣味の世界ですけどやってたんですね。ところが当時トライアスロン用の自転車ってなかったんですよ。みんなトライアスロンするときにロード自転車、ツール・ド・フランスなんかで使うロードレースのバイクに乗ってたんですね。でどうしてかというと、ロードマーケットっていうのは非常に大きくて、トライアスロンっていうのはそれのもう10分の1、下手したら20分の1ぐらいしかない市場なんで、そこのために開発費かけて商品作るということはなかったんですね。でそれとプラスその時代に自転車っていうのはカーボンの素材、今ほとんどカーボン素材が主流になってるんですけれども、カーボンの素材に移行しつつあって、でなんか自分でそういうトライアスロンをやっていく上でトライアスロン用専用のバイク欲しいなと思った時に、たまたまカーボン工場の社長と知り合うことになって、で自分の思いを伝えたらじゃあうちに来いと。台湾の工場なんですけどね。でちょうどリーボック辞めて時間もあったから工場に行ったら、世界の有名ブランドを実はそこが作ってたっていうところでシーポーっていうのを立ち上げようと思ったんですね。で、今スタートしてから大体15年経ってるんですけれども、国内では一応ナンバーワンの今ブランドになってまして、で、海外でも大手とある程度張り合うところには来たんですけど、
どうして実はうちの会社って5人しかいないんですよ。私と台湾人が、3人とカナダ人が2人っていう、私と6人か、その組織なんですね。それが皆さん分かるかどうか分からないスペシャライズドとかトレックとか相当戦ってるわけですね。でどうして戦えるかっていうと、それはやっぱりそこに特化してるからなんですよ。で大手にはできないことをやるのがシーポなんですね。で、そういうことをすれば売上規模としてはそれこそ、50分の1かそのぐらいなんですけれども、トライアスロンというカテゴリーでいけばちゃんと戦えるっていうことで、ニッチはニッチなんだけども、ニッチ市場でシェアさえ取ればビジネスとしては成り立つということで、今頑張ってます。で、時間がちょっとあんまりなくてですね、ちょっと締めとしてはですね、実はまだこれ成功してないんですよ。日本では一番だったし、世界でもそこそこのレベルには行ってるんですけども、じゃあビジネスの収益性を見るとね、本当に有料企業とは言えない。でまだまだこれ実は自分の挑戦っていうのはこれから続くと思ってるんですけども、今実は僕65歳なんですね。で65歳っていうと大体会社が出したらもう定年ですし、なんだけど、自分の人生にとっては終わりはないという今気持ちで、これからも永遠にこのチャレンジは続けていきたいというふうに思ってます。で、すみません、最後にトライアスロンやってる方いらっしゃいますか？結構来ていただいてます。やってない方もですね、ぜひトライアスロンをやっていただきたいと。トライアスロン宣教師みたいなことをやってまして、思ってるほどやったら大変じゃないです。それともう一個、今始めた5年後の例えば何もしてない人が何もしない5年後とトライアスロンを始めた5年後では全く違うと思います。私今65歳で、トライアスロンを本格的に始めたのは40過ぎてからなんですけど、記録全く変わってないです。で多分70になっても変わらないと思うんですよね。ということで先週ヨーロッパのレース走ってきまして、昨日実は日本に帰ってきて、明日から今度フィリピンのレースに行きますんで、ちょっとやりすぎっていうことも言われてますけど一応そういうことで話よろしいですか？どうもありがとうございました。